りょうでございます。今回から全4回にわたって出羽三山シリーズをお届けする予定です。出羽三山とは山形県北部にある羽黒山、月山、湯殿山という霊山の総称です。羽黒山で現世のご利益を祈願し、月山で死後の世界を体験、そして湯殿山で新しい命をいただくという生まれ変わりの旅として古より信仰を集めてきたとても神聖な場所です。江戸時代には西の伊勢参り、東の奥参りと呼ばれ、一生に一度は参拝すべしと言われたそうです。私もいつか参拝したいと思っていて、今回挑戦することと相なりました。そして第1回目の今回は、月山北東部に位置し、月山への渡拝口として栄えた湯治場、肘折温泉をご紹介します。肘折温泉は約1万年前の火山活動でできた肘折カルデラと呼ばれる窪地の上に発展した温泉街です。一見するとのどかな集落を形成する盆地のように見えますが、実は今でも地下にマグマだまりを有する活火山なんです。そしてその地熱活動から湧き出す源泉は温まりの湯とも呼ばれ、鉄分を含んだ濁り湯が特徴です。古くは明治時代から続く湯治宿もあり、街並みにはノスタルジックな雰囲気が色濃く漂っています。今回はそんな肘折温泉で明治元年創業の老舗旅館をご紹介します。そしてタイムトリップしたかのような空間で名湯に癒され、山形を代表する旬の山菜料理をたっぷりと味わう旅。ぜひ最後までご覧ください。山形や秋田へ向かう場合は東北中央道が便利です。一部無料区間もあってとても快適です。左手には月山が見えてきました。正面に見えてきたのは肘折希望大橋。この橋を下ると肘折温泉へ出ます。肘折希望大橋は2012年の土砂崩れで町が封鎖されそうになった際、温泉街の危機的状況を打開するため、約2年という炭鉱期で開通した日本最大の厚生ラーメン参道橋です。全長240メートルに及ぶこの耐震橋は、町を一望できる場所にあり、肘折温泉のシンボルにもなっています。はい、到着しました。温泉街には無料の駐車場があるので観光にも便利です。それではまず温泉街を散策してみましょう。肘折温泉はこの銅山川に沿って町が形成されています。こちらは小松淵という火山活動でできた溶岩ドームの跡です。こちらの酒屋さんはなんと明治時代創業のようです。布袋屋という看板が見えてきました。こちらでは肘折温泉名物布袋まんじゅうを販売しています。のどかでいい温泉街です。こちらは昭和初期に建てられた旧郵便局舎。よく見ると窓の格子が全部郵便マークになっていておしゃれですね。郵便局前のクランクを抜けると今回宿泊する宿の通りがあります。こちらが宿泊予定の旅館ですが、旅館紹介はもう少々お待ちください。宿の正面にいい雰囲気の神社があるので行ってみましょう。神社裏手の参道を進むと、肘を折った老僧が修行していたと伝わる名勝地蔵蔵があるのですが、熊の目撃情報もあるため、観光される場合は大人数で行くことをお勧めします。連日熊被害のニュースを報道しているので、今回は見送ります。肘折温泉には全部で17の源泉があるそうです。クイズを解きながら観光地を巡ると3000円相当の商品券が当たるようですね。
この先に源泉公園があるので行ってみましょう。綺麗な滝が見えてきました。こちらは名前の通り、源泉が脈々と湧き出している公園です。源泉の温度は65度もあるので触らない方がいいですね。これは UFO ではなく、この中では勢いよく温泉が吹き上げているようです。その昔、銅山川は土砂の流出による氾濫が多く、このダムは戦後砂防ダムとして建設されました。当時若い男女も建設に携わり、たくさんのカップルが生まれたことから、初恋足湯という足湯施設もあります。また開催日は少ないですが、ここでは幻想的なライトアップイベントも行っているようです。はい、まずはぶらりと温泉街を歩いてみましたが、いかがでしたか？こじんまりとした街ですが、静かでレトロな街並みから一風変わった公園まであり、雰囲気たっぷりでまるで映画の中にいるような感覚になりました。それでは次にこの素晴らしい街で温泉と料理を楽しみましょう。今回ご紹介する宿はこちら、日本人を守る会所属の丸屋旅館さんです。丸屋旅館はなんと明治元年の創業。こちらの看板は創業当時から使用しているようです。旅人を迎える温かい光、今回も期待できそうです。早速中へ入りましょう。150年の時を刻む建物、木のぬくもりとレトロな空間がたまりませんね。入り口にはなんと本格的な番傘がありました。それではいつものように館内施設、お部屋、夕食、朝食の順にご紹介してまいります。古き良き日本建築は冒険心をくすぐられますね。今も残る当時の記録、150年という歴史の深さを静かに語りかけてくれます。こちらは談話室。古い時計の音が響く懐かしい空間です。この奥にお風呂があるようなので行ってみましょう。こちらは国産ヒノキを使用した内風呂です。この他にもヒバの湯という青森ヒバを使用したお風呂、そして露天風呂があります。また後ほどご紹介しますが、無料の貸し切り風呂もあるので、思う存分名湯を楽しむことができます。お部屋は全室禁煙ですので、喫煙所が設けられています。なんだか忍者屋敷みたいな作りですね。木のぬくもりに包まれた小さな図書室。机に並ぶのは山形にまつわる本や雑誌。旅の途中で地域の魅力を静かに知ることができます。それではお部屋へ向かいましょう。今回宿泊するお部屋は3階にあります。床のきしみさえもこの旅館の味わい深い魅力の一つです。今回ご紹介するのは客室風呂のついたお部屋ガッサンです。旅館らしく全室がありますね。このお部屋は以前3つに分かれていたお部屋を1つに統合した贅沢な間取りになっています。手前のお部屋から順に見ていきましょう。お部屋の鍵には
手のひらサイズの肘折こけし、ほっこりしますね。そして肘折名物の布袋まんじゅう。これは旅館正面にある共同浴場の割引券。丸屋とはまた違った源泉が楽しめるようです。このほか温泉街の地図やイベント情報、バスの時刻表などもあり、旅人への心遣いが感じられます。そして坪庭を真上から眺めるお部屋、なんだか文学的ですね。ベッドルームを見てみましょう。とても落ち着いた空間。それでいて居間とは仕切りのない続き間になっているので開放感もありますね。ベッドはクイーンサイズのマットレスが2つ。このガッサンというお部屋は天井や壁材にもこだわりの材料が使われているようです。また壁や天井内にはマイナスイオンを放つ炭を敷き詰め、リラクゼーション効果を感じられるようになっています。まさに特別室ですね。この奥に客室風呂があって、こちらは湯上がりに一休みするリラクゼーションルームです。竹の椅子と畳の相性も心地よく、湯上がりの余韻をゆっくりと味わえます。それでは客室風呂を覗いてみましょう。青森ヒバを贅沢に使った香り高いヒノキ風呂。湯に浸かるたびに木のぬくもりと香りが心地よく広がります。風情ある格子から差し込む柔らかな光も癒しのひとときを一層豊かにしてくれます。泉質名はナトリウム塩化物炭酸水素塩温泉。硫黄を含まないためほぼ無臭ですが、鉄分を含むことで程よい濁り湯となっています。また塩分濃度が高く高い保湿力を誇ることから温まりの湯とも呼ばれています。そして炭酸水素塩が角質を柔らかく溶かし、お肌を滑らかに整えるアンチエイジング効果も期待できます。豊富なメタケイ酸も潤いを与えてくれるので、美肌の湯としても知られています。さらに炭酸ガスによる血管拡張作用により、切り傷ややけど、リウマチ、神経痛、皮膚病など多くの適応症があるとされています。こんな名湯をお部屋で心ゆくまで堪能できる、まさに至福の贅沢です。もちろん源泉かけ流しなのですが、湯もみと加水をしないとちょっと入れないレベルの暑さです。ですが冬にこの温泉に入ったら最高に気持ちいいと思います。最後に洗面所とトイレです。こちらも木のぬくもりが感じられる内装。そしてとっても清潔です。それでは夕食へ行きましょう。夕食はこちらの広い個室でいただきます。こちらがメニューです。天ぷら、焼き魚、ステーキ、山菜料理、そして芋煮と、まさに山形を代表する料理のフルコースです。ステーキは客室合算に宿泊すると、なんと A5 ランクの山形和牛になるようです。そしてこの辺りは最上水系ですので、天然の鮎も有名ですね。それでは芋煮に火を入れて食べていきましょう。山形県は実はわらびの生産量が日本一だそうです。こちらはあけびの新芽。珍しい山菜料理が食べられるのも山形の魅力です。天ぷらは揚げたてを運んできてくれるので熱々ホクホクです。そしてせっかく山形に来たので芋煮は外せないですよね。それではいよいよ山形牛行ってみましょう。自分で焼くスタイルなのでお好みの焼き加減で熱々をいただくことができます。ボリュームもありますね。超絶柔らかいです。
これはおひつご飯のつや姫も止まりません。そしてなんと締めはこちらも山形の郷土料理、納豆汁です。いやー、まさに山形を丸ごと食べる、そんな言葉がぴったりの夕食でした。山形の郷土料理は派手さよりも素朴で地味深く、家庭の温かさを感じさせてくれますね。旅人にとっては料理を通して土地の暮らしぶりや人柄を感じることができる特別なごちそうです。それでは貸し切り風呂で旅の疲れを癒しましょう。こちらの貸し切り風呂は無料で、空いていればいつでも入ることができます。誰にも邪魔されず広い湯船で名湯を味わえるなんて、温泉好きにはたまりませんね。朝の散歩がてらドローン撮影に来ました。素晴らしい天気。朝もやの温泉街もいいですね。肘折温泉では朝5時半頃から朝市が開催されています。モロヘイヤやツルムラサキなどの新鮮な山菜を格安で買うことができます。100円、はい、500円、1000円でいいです。1000円でいいや。こんなに買って1000円でした。気持ちのいい朝風呂に浸かって朝食をいただきましょう。このメニューは分かりやすくていいですね。こちらは熱々の豆乳豆腐。山形名物玉こんにゃくにつるむらさきと赤こごみ。今回も美味しく完食しました。はい、今回は山形の秘湯肘折温泉と老舗の旅館丸屋をご紹介しました。出羽三山信仰とも深い関わりのあるこの温泉街は、地域の人々や旅人に大切に守られ、本当の意味での昔ながらの温泉街を残しています。そして明治から続く貴重な旅館はタイムトリップそのもの。接客は丁寧なことはもちろん、温かさと優しさが感じられる、とても居心地のいいものでした。そんな素晴らしい場所で火山が育む名湯に癒され、温かい郷土料理を堪能できる旅、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。もう